みんな写真撮っていいよ。シャッターチャンスだよ。すごいな。すごいいっぱいね。こんにちは。おはようございます。おはようございます。はいさい。はいさい。今年の Ruby Communities and the World の司会を務めるレオと申します。ではまずReadMe の方に進めたいと思います。今年はこのセッションの進め方なんですけれども、バイリンガルで進めたいと思います。私は基本日本語で進行して、でコミタの方は日本語あるいは英語どちら使っても良い状態です。なので通訳さんよろしくお願いします。また質問の方はスクリーンの方で Ruby 会議 A のチャンネルでコメントとかツッコミとか質問も頑張って拾えますので皆さんよろしくお願いします。では本日の内容はまず新しい Ruby コミットの紹介、そしていくつかのコミットからのアナウンスがあります。そして本編で議論していただき、最後にちょっとしたメッセージがあります。まず、去年の Ruby 会議から、コミット3名がジョインしましたんですね。KJ さん、ジェマさん、そしてケイビンさんですね。今年の Ruby 会議に、来れたのが KJ だけでしたので、こちらでちょっと KJ の自己紹介。KJ, could you please briefly introduce yourself? Hello, my name's KJ. I work at Zendesk. Yeah, really thrilled to join this amazing group of people on pushing our great language forward faster, more stable, all of the good things. So thank you very much. Thank you, KJ. 続きまして、コミットから告知があります。まず、成瀬さんから。Ruby3.4.0 を、昨日リリースしました。ファイルがないって怒られていた方もいるかもしれませんが、ファイルちゃんと今置かれているので、ぜひ試してみてください。この後トピックに出てくるフローズンストリングリテラルの話とかが変わっているので、ぜひ試してみて感想を教えてくれると嬉しいです。はい、ありがとうございます。次はコウさんから。Ruby1ですね。はい。こんにちは。おはようございます。REXML っていう XML のパーサーをメンテナンスしているストーと言います。で、ちょっと出しといてもらった方がちょっといいんで、ちょっと出してもらっていいですか。脆弱性が見つかりまして、それに対応したバージョンを昨日リリースこっそり中田さんとリリースしてます。なので、どういう感じかっていうと、悪質な XML をパースするとすごく時間がかかってしまうっていう問題なので、もし信用できない XML をパースしている人たちは迅速にアップデートすることをお勧めします。以上です。ありがとうございます。ここにスラックスクリーンが欲しい。では本編に移りたいと思います。じゃあ最初のトピックですね。さっき、匂わせていただきましたが、これからリテラルストリングはフローズンになりますか？そういう将来を待ってますかっていうお題ですね。この辺だと、じゃあ初めに、事前に聞いたんですけど、豆さんが結構熱い気持ちを持ってるのでぜひ最初のコメントお願いします。その前にはそもそも何の話っていうのを簡単に。すみません、割り込みで。今日初めて発言する人、お名前、はい、自己紹介。ストアーズの遠藤と申します。はい、うちは写真撮ってくださいぜひ。圧が強い。フローズンストリングリテラルっていうのが、Ruby4.0 に向けて、入ることが、決まっちゃったんですね。というので僕の立場はよくわかるかと思うんですけど、
その前にどんな機能かっていうと、結構みんなフローズンストリングリテラルトゥルーっていうマジックコメントで書いてる。はい、何？はい、みんなフローズンストリングリテラルトゥルーっていうマジックコメント書いてるかなと思うんですけども、4.0 ではあれを書かなくても、フローズンストリングリテラルトゥルーをデフォルトに、しようという、方向が決まっていて、それに向けて、フローズンストリングリテラルトゥルーにすると非互換が生じるので、その非互換に引っかかる人は、引っかかるようなコードを書いてると、テストの時に警告が出たりするようになるんですね。そういう変更がさっきの 3.4.0 プレビュー1で入って、なので皆さんに徐々に直していってくださいという、方向になりましたという話です。で、僕は、自分の立場で言うと大反対なんですね。フローズンストリングリテラルは Ruby の目指すべきところではないと信じております。なんでかっていうと、Ruby っていう言語が、ここまで大成功してきたのはダイナミクス、動的性が、すごく重要なことだと思うんですよ。まともな言語だったらそんなとこ後から書き換え可能にしないでしょっていうところでもいくらでも許すようなすごい言語なんですね。でそこが僕はRuby の大好きなところで、実際そのストリングのミュータブルなんてそれに比べれば全然当たり前の性質だと思っているんですね。でそれを、リテラルだけっていうけど、むしろ逆にリテラルだけっていうのはなんかすごく中途半端で、言語をなんかよくわからない方向に持っていく方向性だと思っているので反対っていうのが一つの理由で、もう一つの理由が実はあって、Ruby ってすごくいろんなユースケースで使われていると思うんですよ。で僕は皆さんとはちょっと違うユースケースで Ruby を使っていることが多くてですねでフローズンストリングリテラルに対応するためにはリテラルの前にプラス文字を足せばよいって簡単に言うんですけど、その1バイトを開けるのがとっても大変なプログラムっていうのも時々あるんですよね。そこでなんかそうやれと言われてやるんだけど、その1バイト簡単に足せって言うけどそれのために何十分かかると思ってるんだっていう感じのこともあるっていうのをちょっとは気にしてほしいなと思っております。はい。じゃあコイン以外の用途で使ってる方からコメントをDoes anyone want to support frozen strings? Hello. I guess I have to explain myself because I'm the one who proposed this. Could you also say your name first? Sorry. Yeah, Byroad from Shopify. The main reason I suggested this is because a very large part of the community has been using the frozen string literal through magic command for 10 years now. Maybe for good reason, maybe for bad reasons, but the community, like from my perspective, I'm not working on tricks or things like that, so I don't see that use case. But on production workloads, people have been using it for a very long time, and the slice of the community I see has chosen for this feature, and this pains me a lot because what I love in Ruby, compared to all the other languages I've worked with before, is that it's a no-ceremony language. You directly do what you want, and so seeing this comment at the top of hundreds of thousands of files make me painful. Like it's very painful for me. Now, why would you want frozen string literals? There's multiple reasons. The biggest one, obviously, is performance. All those allocations littered everywhere, and not just the allocation. You also need to copy the bytes. They're small locally, but on a big application, it adds up and causes lots of GC cycles. So I think it's important. The other one is accidental mutations. You store a string in a constant, you think it's a constant, and then you don't realize you mutated. As such, I think ultimately, we don't use, or at least from my perspective, we don't use mutable string that much. Very selectively in a method, we're going to use a buffer and append to it. And as such, I see it's nice to mark like this is a buffer and I'm going to use it. And I like that strings will remain mutable. Like actual strings are mutable by default. Only frozen string literals are frozen because it means you use the same class, the same type to build a string. Like if you do Java, you need to use a string builder, like a totally different interface. Here you can really like use the same, like it's not different, it's really the same functionality. So that's why I propose this. And also I really wanted to propose a path that
if you have code that you do not want to change, it will continue to run. So you will need to pass a flag like forever, or at least that's my intention. I'm not the one to decide, but I believe that contrary to something like Python 2 and Python 3, here you can set an environment variable and say dash dash enable frozen string literal false or disable frozen string literals, and Ruby will remain with mutable string literals forever. So if you have code that works today and you want to upgrade to Ruby 5, it will probably still work if you just specify this is all code. Thank you. Hi, I'm Charlie. I'm one of the JRuby brothers. And how many people like string.freeze in their code? Nobody. See, I proposed that years ago. That's my fault. You're welcome. But it was part of trying to encourage Ruby to have more immutable strings, at least for literal strings, because of the amount of garbage created that was unnecessary. All of these new strings that were never mutated being created over and over again. And so we have always supported moving towards immutable literal strings in JRuby. And we have already implemented the chilled strings for JRuby 10. And we're following 3.4 features, and we're very excited about this whole process. Thanks, Charles. Looks like Mats wants to say something. Yeah, I have a question for you, the pro frozen string people. And at least at the moment, so the frozen string literal does not improve the performance right now. It does, but how small amount or big amount? It depends. You can do whatever benchmark you want. Oh, sorry, apologies. So the main, like, since Mame didn't like the change, he asked me for benchmark. This is what you do when you don't want to change in Ruby, you ask for benchmark. And so I use a YJIT benchmark suite. And in one of them, there's a Rails application that's called Lobsters. It's a bit like Hacker News, or it's like a, shut up. And what's interesting is that this application doesn't use frozen string literal, like the author doesn't use them, but all of its dependency does. And so I implemented a way to disable the comment. And the perf difference, if we remove the comments from all the dependencies, is 5%. 5%. So you might say 5% is not a lot, but you know, when YJIT gets a 5% improvement, it's like month of work. Yeah. So it's, for me, it's very sizable. Mm-hmm. How about JRuby? Does it improve? It does. It's probably a similar percentage. Mm-hmm. Like CRuby, when we do create a new string, we'll share the buffer. So we're not necessarily copying the buffer right away until it's mutated. But we still have a string wrapper object around it, and we still have the allocation. It's probably less of an improvement for us because the JVM GC just sweeps away young objects very quickly, but it does help performance. Mm-hmm. Really, the biggest performance challenge for us, I've seen, and I think for Ruby in general, is allocation rate. Creating so many objects, not necessarily GC, but just creating them. You still have to do all that overhead, and with frozen strings, you don't have any of that to worry about. Yeah. How about truffle Ruby? Did you measure it? Here you are. I haven't measured. Is it on? Yeah. Yes. Okay. I haven't measured it yet, but yeah, in general, we have something like with a different representation for string, which is like based on rows, and it's kind of it fits very well with this, right? Like mostly like this allocation of string literal, it would be like something you can potentially optimize, but not all cases. And then all the remaining cases, it's overriding the interpreter, and we don't want that. We want the interpreter to be fast because we need to get to JIT compile code, and the faster the better. So this is great. Actually, I wish maybe, that's a crazy idea, right? I wish that string would be maybe fully mutable at some point. But I guess it is very difficult. So I don't make any proposal right now. No. In Ruby 20.
Thank you. フローズン会議派の方は他にいますか？アンチ派ですね。いや、型であんなに逆張りしているのになんでここでは時代の風潮で負けるのかなって疑問には思っています。基本的には豆さんと同じ意見ですけど。なるほど。なるほど。私はあんまり一貫性をこう強調していないので、時々主流派、時々マイノリティという。あと、ディスコードで少しラクターに触れてる方もいましたが、笹田さんの方がなんかラクターとフローズンストリングリトルのなんていう相性とか関係性、なんかコメントありますか？ストアーズの笹田です。ラクターに相性がいいかと言われると、とてもいいと思うので、どんどんフリーズしたいですが、GC 開発者とするとですね、GC する余地が減っちゃうんですよね。なんかテンポラリーでどんどんできるのがフローズン、リテラルとストリングだったので、そういう意味でなんかこう頑張ろうっていうモチベーション的には残ってた方がいいなという、どちらの立場の感じです。で自分が使う時にはよくエンプティストリングをバッファーとして使うっていうのでやっぱりよく使うので、そこが、ちょっと不便になるなというのを懸念はしてるけど、そこはプラスつけるだけだったらいいんじゃないかなっていう気もゴルフしないからはい、以上です。ありがとうございます。では江川さんぜひ。このマジックコメントを入れた張本人なんですけどまず最初に入れた頃は、パフォーマンスが意図であったことは、そうです。ただ、多分その頃同時期あるいは、その頃にから笹田さんが GC を改善して、随分とそのインパクトは減ったのだと、理解しています。あの時まだジェネレーション世代別なかったっけ？いや文字列をフローズンしたいっていうのはもっとずっと前から思ってたので、昔はもっとインパクトは多分でかかったと思う。で、現在となってはどうなのかというと、どのくらい面倒くさくなるかっていう話なんですけど、ループデュプリケート、プラスを書かなければいけないかどうかという判断が難しいかどうかかと思うんですよ。でそれはつまりあるストリングリテラルを書いた時にそれがモディファイされるかどうかを即座に分かるかっていう、問題でいや多分これは分かるんじゃないかなと思うんですよ。特にバッファーとかで即座に、書き込んでいく場合には。で逆に分かんないっていう場合はむしろフローズンにしといた方がいいんじゃないかなと思うんです。どっかよく分かんないところで書き換えられるよりはフリーズしといた方がパフォーマンスインパクトも含めてそっちの方がいいかなと、今でも思っております。賛成派だったありがとうございます。ではフローズンストリングはまだ議論の余地あると思うんですけど、次のトピックの用意がありますので次のトピックに移りたいと思います。次はですね、宗太郎さんが提案しているこのエンベデッド RBS の話、皆さんどう思いますか？でいくつかの議題を用意していただいているので、この3つですね、このスライドちょっと映ったままでお願いしたいんですけど、宗太郎さんからちょっと解説と皆に問いかけたい話をお願いします。タイミーの松本宗太郎です。
昨日発表したんですけども、RBS の型の定義を Ruby のコードに埋め込んで RBS ファイルと Ruby ファイルを2つメンテし続けるのが大変なので、それを一本化 Ruby のコードにしていきたいと、そういう話をしました。でまず松本さんになんかはいざっくりどうですかねっていうのを聞きたいんですけども、何かその繰り返しなんですけども、僕はもともと型を書きたくないので、そのなければない方がいいとは思ってるんですが、現実問題として我々はその完全な型推論のテクノロジーを持っていないので、コメントとして書く分には、黙認するっていうのがスタンスです。で、RBS 別ファイルにするっていうのはもちろん意図があったんですけれども、実際に開発していると、2つのファイルを同時にメンテナンスするのつらいのはすごくよくわかるんですよ、私もプログラマーとして。で、ちょっと近い未来としては、そのIDE の中で型を書くなんていうのキーバイディングがあって、でそっちに書くとRBS に書いてくれるし、でポップアップも出るっていうのが理想だと思うんだけど、それもまだないので、その現時点でのソリューションとしてのコメントっていうのは、私は許容できる黙認できるというふうに思ってます。現実的なソリューションとして今現時点での。ありがとうございます。黙認徐々に外堀から埋めていくっていう作戦なので。ギャーまだどういうシンタックスで型をかけるようにするのがいいかなっていうのをあんまり決めていなくて、まだ決めていないっていうつもりでいて、でいくつかRBS インラインっていうジェムを公開したときに、フィードバックをもらってたりするんですけども、その中でどっちがいいかなっていうのをちょっと悩んでたりとか、どのぐらい皆さん使いたそうかなみたいなのが、あるかなないかなみたいなのを、ちょっと気になっているので、せっかくなので、ここでお聞きできるといいのかなと思って、今日議題挙げています。でちょっと会場を明るくしてもらって手を挙げてもらうのがいいんじゃない？挙手がいいですよね。そうですよね。この明るさだと全然見えないんで、ちょっと明るくしてもらえるのが可能であれば。実はちょっと前のスライドを出してもらうと、この、イニシャライズっていうメソッドがあるんですけども、その時に、それぞれの引数、ネームとアドレスシーズっていう引数があるんですけども、それぞれの、パラメータの型が、1個目ストリング、ネームがストリングで、アドレスシーズがアレイオブストリングで、イニシャライズメソッドの返り値は、ボイドであるっていう、そういうのを、コメント3行を使って、書きますという、そういう話が1個目です。これが一つのスタイル。はい。はい。で、あと、ブロックのところどうしましょうみたいなのがちょっとあったりするんですけども、今考えているのが RBS yields っていうコマンドを用意して、その中に、ストリングを受け取って、返り値は何でもいいっていう、そういうブロックを受け取りますみたいな、そういう情報を書こうと思っています。はい。で、この辺の構文ちょっと悩んでるところがあるんで、ちょっと次のスライド行ってもらって、で、1個目、今、アットマーク RBS で始めてるんですけど、アットマーク SIG の方がいいし、なんか見た目がかっこいいし、なんかすごい公式なものに見えていいっていう意見とか、黙認状態なんですけど、公式とはみたいな。公式とはで、一方で、アットマーク RBS って多分まだ世界中の皆さんほとんど使ってないと思うんですけど、アットマーク SIG って書いてる方ってすでにいるっていうのも分かっていたりとかして、その辺で、RBS の方が安全だなとは思ってるんですけど、なんか SIG の方が良さそうだなとか、なんかその辺で、ちょっと考えているところなので、皆さんどっちの方がいいですかっていうのを知りたいです。じゃあちょっと@SIG と@RBS ね、会場も含めてコミットもじゃあまず@SIG が良さそうだなと見たの挙手。So hands up if you prefer the @SIG。あんまりたくさんはいないかな。意外と少ない。上の階、ありがとうございます。アットマーク RBS だとどうですか？ @RBS。すごい。RBS で圧勝だな、意外。ありがとうございます。でちなみに一生書かないっていう決意を持ってる方。ありがとうございます。でもそんないない。よし。
じゃあ2つ目ですね。黙認の方々はちょっと置いとくとして。で、ありがとうございます。アットマーク RBS 優勢だ。明らかに。で、2個目が、左側に書いてあるのが、今、リターンズとかイールズとかなんかちょっとコマンドというか説明っぽく書いてあるやつと、右側が、リターン、コロン、返り値の方。で、ブロックを受け取るやつは、とりあえずアンパサンドとか、アンパサンドブロックとか書くことにして、アンパサンドでブロックの方みたいな感じで、普通のローカル変数のパラメータの方と同じようなシンタックスで書くパターンと、もうちょっとコマンドっぽいというか命令っぽい書き方をする場合っていうのを考えてるんですけども、コンフリクトは何とかします、後で。はい。で、左側が良さそうっていう方、どのぐらいいらっしゃいますか？左です。リターンズボイドがいい。僕、ちなみにこっちのリターンズボイドの方がなんか、好き側です。あ、しまった。言わない方がよかったか。で、ちなみに左、違う。左？こっちが左だ。右側の方が良さそうって思ってる方。あ、こっちはこっちの方が多いんだ。なるほど、なるほど。1文字でも短い方がいいですよね。読みやすいか短いかですね。ありがとうございます。で、何かありますか？コメントとかもし。とりあえず聞きますね。で、3つ目、もう1個です。で、今2つシンタックスを用意していて、ちょっとヤードとか風に、長い説明的なコメントを書くっていうのが上のスタイルで、下のスタイルが、ハッシュコロンの後に RBS のメソッドの型を直接ペッて書いちゃうっていうコンパクトな型です。で、これ僕のスライドだとハッシュコロン2つだったんですけど、ハッシュコロンにしようと思っています。タイププロフで今、遠藤さんがやってる、埋め込みの型の情報と同じっていうパターンです。で、実際、コード短くしたい、だから、で、そうすると上の方って、明らかに長いんですよね。で、説明とかを書けるようにしておくと、その長さっていうのが、なんかちょっとごまかせる気はしていて、そういうふうにしているんですけども、なんか、どっちの方が自分が書くことになったら、多そうかなっていうのを皆さん想像して、欲しいなと思うんですけども、これは上が多い下が多いどっちとも言えないケースバイケースになると思うの3つでいこうと思ってます。で、上の方を多分バンバン書いていくだろうっていう感じの方、手を挙げてください。書くんだ。素晴らしい。結構いるね。意外と。ありがとうございます。じゃあ次、ほとんど下のやつで書くだろうなっていう方。でも圧倒的だった。こっちの方が多いんだ。ありがとうございます。Ruby プログラマーレイジー。ケースバイケースかなっていう方が、ケースバイケースこんな感じですかね。そこそこ僕は多分ケースバイケースだと思って2つシンタックスを用意してたんですけども。っていう感じです。ありがとうございます。ちょっとまた僕の方でも考えて、やっていこうと思います。で、ちなみに上の方消すっていうつもりはないんですけども、3番について言うと上と下両方準備するつもりではあるんですけども、それぞれどのぐらい使うかなっていうのを、なんとなくイメージとして持っておきたかったです。はい。で、あとコミッターの皆さんとかにコメントとかある方はいらっしゃいますか？So for the bottom one, we have like item and integer size. We can infer the variable names directly from the method definition. So do we need to repeat ourselves, or can we just give the type without the parameter name? No, it's something to explain what the parameter is, and we can default the parameter names in some explanations in documentation, so that it is optional. So you can write item colon integer close parent. Yeah. So the syntax above looks a bit similar to yard or yard doc. Yeah. So I wonder if maybe we could reuse that because there's already some type information. Like it's not perfect and it's probably not that flexible, but if it's already there, it seems like a good thing to reuse. And then maybe you can both document plus type at the same time for the gem that do like this
that like the Yard syntax. What do you think? The relationship between the Yard syntax and this one? Sorry? The relationship between the Yard syntax and the RBS syntax. Yeah, to kind of like to have RBS understand the Yard syntax, yes, to reuse the types. Okay, so the technical difficulty is that the type syntax in Yard doc is different from RBS type syntax. So if you have any Yard documentation in your Ruby code, you anyway need to rewrite the type syntax to RBS ones. So I thought that it doesn't make much sense if we can 皆さんついていけてますか？ totally support the Yard syntax, and the other one is ヤードドキュメントにも型が書いてあるでしょっていう話をしてます。yeah, and I don't want to pass the Yard tags by ヤードの型表現と but we RBS の also 型 don't 表 want 現は違うので add dependencies to Yard syntax because RBS is one of the RBS bundled の gems. 型表現は別で書いた方がいいんじゃないかなって今宗太郎さん言ってます。Makes sense. But you planned about some kind of the conversion tool to your type description to the RBS style format or something. Yeah, it makes sense. So because that we already, I know that there was some tool called Sword that translates the Yard types into the RBS types and generates the RBS files. So it works not too bad. And yeah, I think that we can implement something to translate these commands. ヤードの型表現を RBS に変換するツールっていうのはあり得るというふうにおっしゃっています。おいいですね。ありがとうございます。ではちょっと最後のコメントありますか？最後の下の方に書いてあった一番下に書いてあったスタイルは僕がタイプロフで設計するのこれね地味に1ヶ月ぐらい結構このシンタックス考えた上で、タイプロフで実装して、でも宗太郎さんがその後 RBS インラインで上のスタイルがいいっていうからだいぶ長いこと喧嘩してたんですけども、まあ僕のセンスの方が正しそうというのが分かったのでちょっとホッとしましたただフェアネスのために言っとくと下のスタイルって、短いとクールに見えるんですけど実際にはクラス名が長くなったりすると思うんですね。そうした時に1行で書くことはかなり厳しくて、でそれが複数行にまたがった時にここまでクールに見えなくなるであろうということは、しょうがないかなとは思っています。その場合上の方がちょっとクールになる可能性は普通にあるかなとは思います。はい。いや折り返せる。ちなみにRBS インラインは折り返し対応しています。タイププロフもしてる？まだしてない。しかった。タイププロフがしてなかった。タイププロフがしてなかった。パーサーを普段やってるトレジャーレートの金子ですけれど、僕個人的に3の、下の方が多分パーサー実装するのめんどくさいはずだから3の下の方を入れてくれると嬉しいなと思ってます。めんどくさい方がいいに決まってんじゃんそんなの。でもパーサーもありますよ。いや今後拡張していくときに絶対下の方が難しいはずだから。そう頑張れ。ありがとうございます。パーザー屋さんからのお言葉でした。では、RBS の話一旦終わりにして中田さんってコメントあります？最後のコメントかな。池谷さんですね。リターンってキーワード引数に使えるんですよね。とすると、例えば一番、2番の右側の RBS リターンコロンボイドというのはボイドだからなんですが、リターンというそれを返り値を示しているのかキーワード引数のリターンを示しているのかわからないのではないでしょうか。はい、その通りっていうのが、その通りっちゃその通りなんですけど、これ実際に今どういう実装になってるかという話をすると、リターンっていうキーワード引数がdefの中に埋め込まれているときにそれの型を示すっていうことになるんで、リターンっていうキーワードリターンコロンみたいなやつってdefの中に埋め込めないですよね。書けた気がする。ローカル変数名にできる。そうそう予約5名のキーワード引数書ける。呼び出しのとこじゃなくて受け取る側。受け取る側も書ける。いや待って今は書けないか。今書けないか。ローカルバリアブルゲット書けるようになった。書けるって。マジっすか？全然知らない。
そうでしたか。はい、でもすみません、Ruby の仕様、Ruby ちゃんと勉強します。とても勉強になりましたね。僕も勉強します。ただ結局そういうのいっぱいあるのは知ってるので、適当にエスケープする構文を今はつけています。はい。なるほど。エスケープ。はい、ありがとうございます。できちゃった。どうも。ではちょっとトピックを切り替えて、Ruby のビルドシステムですね。GNU AutoTools から、例えば CMake に切り替えるっていうのは考えてますか？こんにちは、家庭です。このしばらくずっと考えているんですけど、僕がその WebAssembly に CRuby を移植したときに、だいぶビルドシステムの周りを読んだり、直したり、したんですけど、超辛いんですね、CRuby のビルドシステムって。Have you ever faced any trouble or difficulty in editing a makefile or this build system of CRuby? Have you ever experienced that case? Raise your hand. なので、これは、触ったことがある人はだいぶ、痛みがわかると思うんですけど、その C のプログラムをビルドするだけじゃんって思うんですけど、なんでメイクが一番得意なところだったはずなんですけど、 Ruby の場合だいぶC のコードを生成したり、その C のコードから Ruby のエグゼキュータブルを作って、その後そのエグゼキュータブルを使っていろんなテストケースを走らせたり、いろんなコード生成をしたり、だいぶいろんなことをするんですね。でそれだと例えばそうだな、例えばなんかマルチプルアウトプットのあるターゲットを書くみたいな、GNU メイクならそうなんだけど、CRuby は GNU メイク以外でも動かないといけない N メイク、B メイクなど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 、辛いメイク間の移植性っていうのがなかなかないので、だいぶ気を使って書かないといけないっていうので、ツールの問題があるのと、そのRuby のビルドシステム自体の複雑性があって、でそれを解消する一つの方法がよりモダンないろんな機能が揃ったビルドシステムに移行するのが一個方針であるかなと思ってて、で去年じゃないな、一昨年くらいに僕卒論書いてたんですけど、それが嫌すぎて現実逃避のために CMake に移植するっていうのをやってたんですけどどんな現実逃避なんですけど、移植してみて分かったんですけど、大して嬉しくなんないんですね。なんで、今はその CMake でもちょっと足りないなっていうのを感じているので、より良いCMake に打ち勝つ新しいビルドシステムを作る、もしくはビルドシステムを作るっていうもしくはお行儀よく CRuby のそのコンプレキシティを減らしていくっていう方向かなっていうふうに思っています。なんか国分さんなんか言いたいそうですね。Shopify の国分です。さっき言ってた GNU メイクと BSD メイクとマイクロソフトの N メイク全部に対応している共通のファイルがあって、それのサポートとかが辛いことが多いんですけど、それに役に立たないっていうことなんですかね。そのマルチプラットフォームな、メイクのサポートに CMake が別に役に立たないっていうお話なんですか？プラットフォームの移植性は CMake でだいぶ解消するんですけど、そもそもの、ビルドシステムのなんだろうな、全体像が分かりにくかったり、グラフを組み立てるそのエッジの部分をどう宣言的に表現するかみたいなところが足りないんですね。
でもそれあれ C メイクを使ったらなんかあんまり複雑なことをしなくても今できるようになると思ってて、これ皆さんなんでこんな議論してるかよく分かってないと思うんですけど、なんで CLB のビルドシステムが大変かというと、これをちゃんと理解している人がほぼ約1人ぐらいしかなくて、ノブさんっていうんですけどビルドシステムを実装とメンテナンスを99% ぐらいやってるのがノブさんなので、他の人は分からないことを結構やってるんですよ。超絶語プログラミングみたいなことをやってるところがすごいたくさんあって、例えば Windows のバッチファイルとLinux とかで動くシェルのファイルどっちでも動くようなスクリプトを書いてて、なんかこれなんだみたいな森さんが言ったりとか、なんかそういうようなのがあったりするんですけど、そういうのが別に珍しいわけじゃなくて、ノブさんがありとあらゆるところにそう書いてるんですね。なんか Ruby のほとんどの機能をノブさんがメンテナンスされているので、いろんな機能を知ってて、いろんな機能をふんだんに使ったスクリプトがそこら中に埋め込まれてるわけですよ。そういうマジックがなるべくなくC メイクとかで動けばいいかなみたいな希望がちょっとあるんですけど、消えないっていうことですかね。なんかそうですね。現状やっていることをすべてC メイク上でエミュレーションしようとすると、結局素直にはできないんですね。いろんな機能、C メイク自体の機能が足りていないので、現状オートメイクでやっているようなコンフィギュレーション時にいろんな推定をしたり、ビルドグラフをビルド中にビルドグラフを新しく追加するんですね。 C メイクのビルドシステムって、拡張ライブラリのエクストコンフからメイクファイルを生成し、メイク時にメイクファイルを生成して、そのサブグラフを新しくメイク中に追加して、で、ビルドを続けるんですね。これって現代的なビルドシステムだと正気じゃなくてダイナミックディペンデンシーっていう機能としてリサーチ目的のビルドシステムではいくつか実装があるんですけど、まともなベイゼルとかそういう皆さんの知っているようなモダンなビルドシステムでもないような機能が必要なんですね。なんで全然足りないんですよね、C メイク。ぜひ当事者のノブに一言。俺は悪くない。要求が悪い。悪いのはきっと最初にエクストコンフにしたマッツだと思うな。いや、あとN メイクを捨てられると割と楽になるんだけど、そうだね。そうすると Windows でちょっと困っちゃうから。妄想としては、Ruby でメイクを書くという妄想は以前からあるんですけど、レイクではなく、メイクでもいいんだけど、メイクコンパチブルなやつを。なんかパワーザーのあたりで聞いたような話ですね。聞いたような話ですね。それから犯人はって話で言えば、一つの問題はミニ Ruby を作ることなので、2フェーズでやるってことですよね。っていうことはさ、パールじゃないも犯人は。パールをインスピレーション元としての。そうパールを参考にしたらそれは有罪でしょ。じゃあいいところなので少しこの話題打ち切って新しい話題に言いたいなと思います。しまった、先般だけが明らかになった。ではこれも多分後で挙手もしてもらいたいと思うんですけど、 GBL 取りたい人ですね。じゃあまず挙手からスタートして、でその後ちょっとコメントをもらいたいなと思って、まずコミットの方でGBL を取りたいっていう方。そうじゃない？ちょっとライバルっぽい言語が取るって言ってたから。GBL がいらない、いらないっていうよりもすごく取りたいっていう方ですね。いる。じゃあ他に GBL は残るべきと。残っても残すべき。じゃあそこでちょっとまずこの辺笹田さんなんか話してそうですよね。まず笹田さんからコメント。GVL がないと
いろいろ作るの大変になるのでないと困るなというのであった方がいいと思っています。はい、これは本当にコーディングの手間の話ですね。はい、我々Ruby インタープリターを作る上であとがすっごい楽なんですよ。なのでやってほしいと思っていますが、ただ最近 Python でねGIL を外すっていう試みで次のバージョンでは実験的に外すっていう機能が入るということでこの辺話題なので実際どうなるのかなっていうのをちょっとPython で外した時にどうなるのかなっていうのは興味深く見ています。Do you have any opinion about removing the GL? Yeah, so I think for Python, I think they are pretty close to removing it. I think they're like trying to integrate bit by bit now, but I think it's almost decided that they're going to do it. And there's some overhead. Like I think right now they plan to have two builds: one build with GVL, one without, because the one without is a little bit slower if you are using a single thread. But I think it's like maybe I forgot the number, but maybe like 10% or something. It's not that huge. But the other end, like it's very powerful, right? Because once you don't have the GVL anymore, then you can start using threads and doing like parallelism in a single process. Of course, we have reactors, but reactors are quite limiting and so on. So there's some trade-off there. Perhaps Charles? I understand that it's really difficult to remove. I wouldn't say that I want to see the GVL removed. It's that I want to see CRuby be able to do parallel processing as well as something like JRuby or TruffleRuby. But I understand that the challenges to remove the GVL are enormous. Thank you. 他に何かコメントあれば。Yeah, so I added this topic to the list because it often comes up in the community, and so I wanted to have a discussion over it. My perception of the Python thing is that the sub-Python community that asks for it is the community that does machine learning, because they need to feed a lot of data to GPUs, and they just cannot just fork. Like they cannot use multiprocessing, and also multiprocessing on Python is very bad because they use rev counting, so the copy and write is just terrible. But Ruby doesn't have this problem, and a large part of the community, multiprocessing is just fine. And so my personal position, but that's geared toward what I'm working on, is that I would like to see better multiprocessing support in Ruby, like lean on our current advantage and push in that direction rather than to try being another language, another platform. Thank you. じゃあまとめで繰り返しになりますけれども、Ruby すみません、ちょっと割り込みで、はい、GVL いらなくねって小崎さんが手を挙げられてたのがすごい気になったんで、個人的にコメント聞きたいです。もうなってる。いやいや、ちょっとなくて動くなら素晴らしいじゃないですか。でも僕はやんないよっていう軽い気持ちで挙手しました。すいません。手挙げただけで吊るし上げられてるみたいな感じになってる。お前がやれって言われたら困るから。どうも斉藤と言います。ちょっと自分議論前提が分かってないんですけど、GVL ってもちろんデフォルトでどうするっていうのはいいんですけど、フローズンストリングリテラみたいにオプトミンっていうのはできないんですか？今でもここの API 呼ぶとここだけ外れるってできるじゃないですか。まあ、削除したとして、複数のスレッドから同時に例えばハッシュテーブルとかあれを書き込んだらこれ壊れるんですけど、はい、それを自分がその複数のスレッドから一つの構造に対してアクセスしているっていうのが分かる人ってそんなに人類で多いとは思っていなくてなのでそのオプションを提供したとして何が嬉しい、あるいは早くなるけど早くなる前に壊れると思っていてあと壊れた時に何がおかしいのか分からないっていうのが想定されていて、要は、古いコードだったら俺は古いよって宣言するっていうことはできないんですか？要は古いイコールロックをかけてくれ。それが要はデフォルト。それ以前にそもそも全てのハッシュとかアレイとかに対して
アクセスしたら再流動ロックを入れないと、つまり今は全ての全体で GVL を持ってるから細かい構造に対して一つ一つロックを入れる必要ないんですよ。はいはい、ただGVL を外した場合には全てのそういう構造に対して基本的にはロックを入れる。で自分が全てを管理できていて同時にアクセスしないと分かっているならロックなしでアクセスできるみたいな感じの昔 Java がやっていたようなことを改めてやらないといけなくて、でそんな全てのハッシュとかマルチスレッドセーフハッシュとかマルチスレッドセーフアレイみたいなのを無限に作った上で初めてそういう世界が来るので、そこまで、まず誰が頑張るんですかって話と頑張ったとして皆さんそれを使い分けられますかって話がいてある。特定の拡張ライブラリに入った瞬間にそのモードになって、そこ以降のコールスタックはそのモードみたいなのはできない。それだったら、自分で P スレッド作って C で書いた拡張ライブラリのコードを走らせればよくて、それはすでにある程度やっているし、あるいは非同期コードとかだとシステムコール読んだ時に GVL 話して待つみたいなことはやっている。はいはい、塩井さんがハッピーアイボールズの時に複数の、名前解決しながら待つみたいなで、あれの名前解決は別の P スレッドを立てていて、そこで走ってるんで並列で動くみたいな。なるほど。ありがとうございます。ちょっと喋っていいですか。どうぞですね、僕一応Linux カーネル開発者っていうのをやってるんですけども、Linux カーネルって昔ジャイアントロックっていうのがあって CPU1 個しか使えなかったのを頑張って6個分割していってやったのっていうので、だから理論的には GVL なくせるっていうのは知ってるんですけども、じゃあなんでモニョモニョって毎回言うかっていうと、まずね、その時の経験で言うとロックを分割するっていうことはロックの数がめちゃめちゃ増えるんですよ。1個だったのが数百個になるのね。そうすると、ミューテックスって取ったり外したりするのも結構コストがかかるから、スレッドが1桁個しかないようなアプリケーションは逆に遅くなるんだよ。早くなるから GVL 取るっていうのはなんかおかしなことを言ってるなっていうのが僕の感想で、スレッドをもしなんか100個とか1000個とか作る人は、スケールするから早くなるんだけども、まずそんな人がさ、そもそもそんなにいないじゃん Ruby の世界にっていうのがまず1個あるわけですよ。でもう1個あって、ロックをちっちゃいミューテックス分割したとするじゃない。でもめちゃめちゃ衝突するミューテックスがあったりすると、それは分割した意味があんまりないのね。で Ruby だと例えばダラアンダーバーみたいな暗黙のうちに更新される変数とかがあって、そういうのは結構衝突しょっちゅうぶつかると思ってるんですよ。だから GVL を取ったら速度が速くなるって単純に言う人に対しては若干僕は懐疑的な意見があります。でも、Shopify とか超頑張ってる会社の方々は頑張った分だけスケールするようなやつがいいっていう人が出てくるのは理解できる。でも普通の人には絶対嬉しくないよ、GVL 取っても。めちゃめちゃ頑張りますみたいな人が10人とかいて、それを支援する会社がいて、一時期の Linux とかフリーベースでやってた会社が支援してマルチスレッド、並列で行くんだっていう集団が現れたら話は変わるかもしれないけれど、今基本的には Rails でやってますみたいな現状の延長線上だと GVL を外すことによってメリットが得られるかっていうと、あんまりないんじゃないかなという。そうですね。ちょっとチャールズがコメントしたいと笹田がコメントしたい、その2つのコメントでトピックを終わりにしたいと思います。チャールズSo I just wanted to point out that yes, we can get parallel computing by doing multiple processes. But when you do 10 processes, you have 10 garbage collectors, you have 10 JIT profiles. When you have 100 processes, you have 100 garbage collectors. You have 1,000 for 1,000 processes, and they're all fighting against each other for resources. Garbage collection and JIT is going to be most effective when it can be done in a single process with a large data set. You are wasting a lot of resources by having many sub-processes all repeating this work that could be done on a single process in a single heap. じゃあ、あと笹田さんですね。皆さんのコメントに特に反論するところはなくて、でその一つの方法としてラクターというものを、スレッドの代わりにラクターみたいなので、ロックのオーバーヘッドもなく並列にできるっていう、理想だけ掲げてまだちょっとうまくいってないんですけども、というところを目指しています。手を挙げたのは何言ってたかというと、小崎さんがさっきドルアンダースコアでコンフリクトするって言ったんだけど、あれスレッドローカルなんてコンフリクトしないです。はい、そこを修正したかっただけです。はい、はい、失礼しました。
そういうのがあるたくさんコンフリクトするっていうのは、例えばメソッド呼び出しでクラスをヒエラルキーをたどるときとかにあるときはあるんだけど、ただ大体インラインキャッシュに関わるのでそこまではないです。だから一般的な Ruby プログラムであるかというとなくて、ユーザープログラムですね。ユーザープログラムが集中してあるアレイに対して何か書き込みするみたいな時にコンフリクトするみたいな、普通の話ですけども。あれメソッドキャッシュの更新しようとしません？メソッドキャッシュの更新は実はコンフリクトしないんですよ。今楽太のためにそういうふうに作っています。はい。すごい。頑張った。キャッシュメソッドを探索する時にはロックいるんだけれども、一回キャッシュを作ってしまったらどんどん更新するときに捨てていくのでロックはいらない構造。はい、ということでちょっと次のトピックで引き続き非同期処理の話、ユーザビリティの方ですね。Async のユーザビリティ改善しないんですかね。例えばみんなタイプスクリプトとか大好きな Async Awaits とかそういうのは入れないんですかね。Are you asking if we should add keywords? Sorry? Are you asking if we should add keywords? Yeah. No. No. Are we done? じゃあ、let me add a comment. 最近のたくさんの言語で、PHP もそうだし、もちろん JavaScript 系もそうだし、Python もそうだし、C シャープもそうか。なんか Async と Await っていうのをあちこちにつけるっていう風なプログラミングがすごく流行してて、でなんだけど、冷静に考えてプログラムを見て、これ読みやすくなったとか良くなったって思う人はちょっとどうかしてると思うんですね。で例えばファイルをリードするときにコールバックをつけたリードファイル進行アウェイトつけて呼ぶとかどうかしてると思うんですよね。で、Ruby は嫌なんですよ。そういう使い勝手が下がるようなのはね。で、サミュエルが頑張ってくれたので、ファイバースケジューラーをつけた状態でファイバーで普通にリードってやると、Asyncの非同期に読んでくれるんですよね。だから Ruby では普通のプログラムを書くとJavaScript とかで一生懸命Async Await とか書いてるプログラムが動くっていうのが素晴らしいと私は思ってるんだけど、それをですね、なぜ踊っているのを真似しないといけないのかっていうのが私の意見です。サミュエルも昨日話したんだけど、昨日だっけ？ Yeah, I did that with no the day before。0日目に開発者ミーティングで話したんだけど、そんなんいらないよねっていうのが私たちの結論でした。ちょっと聞いてみたいんですけど、Async という関数を書くときにそれを Async にすべきかどうかっていうのを関数を書いたときに即座に判断できる人ってどのぐらいいますか？多分これが問題で、最初のフローズンストリングでもそうだったし、さっきのコンカレントハッシュでもそうだったですけど、あるコードを書いたときにそれを何かを書かなきゃいけない、判断しなくちゃいけないんだけど、それができないってすごいストレスだと思うんですよ。で、Asyncが多分その一つで、かなり後にならないと、分かんなくて、で、分かった時にはたくさん変えないといけないという、あんまり良くないんじゃないかなという気はしますね。はい。あと、なんだっけ、Async、普通の関数の中で Async 呼んじゃったら、その関数にも Async つけなくちゃいけないって、再帰的につけないといけないよね。で、あれ辛くないですか？僕 JavaScript あんまりプログラム書かないけど、サンプルプログラム見ただけでそう思うんだけど、皆さんはそう思わない？でもね、皆さん JavaScript を作ってるわけじゃないからどうしようもないんだけどだからユーザビリティ、言語のユーザビリティとして書いたときに Async って、書くかどうか判断しないといけないわけですね、プログラマーは。で、それは現実的に可能なんだろうか。実は私は JavaScript 全然書かないんでは知らないんですけど、だから皆さんに聞いてみたいと思うのですが。Ruby、Rails 開発してると結構 JavaScript 書くよね。フロントで。で、みんな Async 書いてます？書いてる人手挙げて。ほら、いっぱい書いてる。で、それって、じゃあ、最初から Async で書く。もうこれは Async だって分かりますか？関数書くとき。じゃあ、
ダメだって言ってエーシンクつける後からそうそれはねバッドエクスペリエンスですよねこうよそのコミュニティがこう一生懸命頑張ってるのを腐すのはあんまり褒められた態度ではないっていうのはよく理解してるんだけどダメだろうと私は思います。はい。ちょうどよそのコミュニティの話なので、またよそのコミュニティの話題があるので、今度 JavaScript のカンファレンスで袋叩きにやってきます。一応その Async について考えたときに利点として主張されるのは、自分以外はすでに止まってるっていうのは一つ利点かなと思いました。他のスレッドって止めるのすごく難しいので、すでに止まっているというのはまあ都合がいいというのはあります。Ruby1.8 みたいに。ただファイバー使えば同じことが起きるので。ありがとうございます。では次、Golang とか Zig から、Defer という機能があるんですけど、こういう機能はどうでしょうかっていうのを、確か国分さんもなんかアイデアとして挙げてくれた。究極的にはラクタースタートってやればいいんじゃない？マイクを。まあ僕これ挙げたっていうか単にそのスラックに流してこれ話題に一つ面白いから出しただけなんですけど、僕コードをネストするのはすごい嫌いで、Ruby ってそのリソースのクローズは普通ブロック渡して何か呼び出すと勝手にそのブロックが終わった時にクローズするっていうのが多いと思うんですけど、それで例えば複数のリソースを同時に開くときにこう do end がどんどんネストしていってインエンドが負荷があって、まあそういうのをなくすためになんかオープンを普通にブロックなしでやってでディファークローズみたいなのをいっぱい書くっていうのが、これを自分で実装したタゴニスさんという人がいて、まあそういうのがユースケースに上がって、まあそれはいいなと僕は思ったって感じなんですけど、まあどちらかというと僕は最近はラストをワジェットのために書くことが多くてラストに欲しいなっていう気持ちがラストに欲しいな強いんですけど、まあ Ruby にもまあネストが深くしたくない派としてはあってもいいかなと思いました。はい、そんな感じですね。結構昔これ考えたんだけど文法があまり浮かばなかったのでいい文法があればって松本さんも言ってた気がする。そうだね。まあ演習あるからいいんじゃない？ワンラインエンシュアみたいな。ワンラインエンシュアみたいな。ワンラインっていうかメソッドレベルエンシュアがあるよね。メソッドレベルあれって今もあるよね。昔からある。そう一番お尻にその場で書きたいのか。そうオープンした次の行に書きたい。リソースをアロケーションしたところのすぐ近くに、開放用のコードを書きたい。そうね。というのをどこでも書けるようにするってこと？今のメソッドレベルエンシュアは最後にしか書けないのが問題で、最後に書くからそれはエンドでメソッドが終わるわけですね。もっと前に書きたいっていうことは、まあそれを区別できなくちゃいけないんで、じゃあエンシュア do なんちゃらって書くとか。デフで本体があってエンシュアなんちゃら、開放用のコードを do でまた再開するって感じ。いや単にそのエンシュアの時に相当の頃に動かしたいコードをブロックみたいに do エンドで書く。エンシュアの直後に。エンド中括弧みたいな感じですか。まあエンシュアはい。文法的にいかない？違うので。なんで？だってメソッドでメソッドのそのトップレベルでエンシュアは書けるのですでに。でも先頭に do って書けなくない？書けた。エンシュア do が書けないって言ってんだね。エンシュア do は書けないけど、ブレースじゃなくて do だけってこと。ブレースは無理だ。ブレースはそうかハッシュがあるからな。ハッシュリテラルになってしまうので。ニーズは理解した。で、実装するための仕組みはすでにある。演習があるから。シンタックスもまあ断念カーリーブレースは使いませんが do は可能だと。そうね。あと俺前に考えたのは大文字のエンドをトップレベルじゃないところに書いたらマジかエンドを書いたらいけなくはないけどボキャブラリーは同じにしてほしい演習なんだから聞こう。最後に実行するメソッドを抜けると最後に実行するはい、いろんなアイデアは出てきます。そうね、文法と名前が決まったらまた検討しましょう。
ニーズが分かった。では、実はもう時間になってしまいました。マジすごく盛り上がってるところで恐縮ですが、これで実は11時20分のセッションの終わりの時間になってきてるんですね。じゃあね、一人呼びたい人がいるので。ちょっとメッセージがありますよね。はい。じゃあ、アダウに。Ruby Central って、Ruby カンファレンス、アメリカの Ruby カンファレンスとかをオーガナイズしてくれる組織なんだけど、最近ちょっと模様替えをしたりしたので、あと日本にね、の人たちに対してメッセージがあるということなので、ちょっとしたメッセージを最後に伝えてもらいます。Hi, Sai. Hi, Sai. Hi, Sai Ruby Kaigi. I'm very honored to be here, and thank you, Mats, for the chance to talk briefly. My name is Adarsh Pandit, and I'm the Executive Director of Ruby Central in the United States. When I taught myself Ruby in 2011 from a paper book, I never thought the creator of the language would invite me to talk on stage in Japan. I'm so happy to be here at Ruby Kaigi. I've had such an amazing week and made so many new Ruby friends. For those of you who don't know Ruby Central or what we do two things, open source and conferences. We manage and pay for developers to work on Bundler and Ruby Gems and other projects not listed here. Those are the big two. We also organize RailsConf since 2006 and RubyConf in the US since 2001. This year, RubyConf is in Chicago, Illinois, from November 13th to 15th, and featuring a keynote by Mats himself in person. For the past few years, we have had very few Rubyists from Japan attending our conferences because of COVID and other economic factors. We would like that to change. Ruby is from Japan, and we are a global community of developers who need to meet each other in person to build strong international relationships, just like I have this week. So I want to personally invite all of you here to attend RubyConf in the US this fall, as well as to submit talks to the CFP when it opens. I was asking Mats how to encourage people to come from Japan, and he suggested that I come to the stage and invite everybody. So thank you very much for the invitation. Please sign up on the mailing list at rubyconf.org to hear when tickets go on sale, the CFP, and other announcements. The Ruby Kaigi organizers have done an amazing job this week, making me feel so welcome. They have done so much to make the conference accessible to those of us who don't speak Japanese. And I especially want to thank the translators who have done such an excellent job, especially during the lightning talks. Can we give them a big hand? We would like to do the same at RubyConf. So here are some ideas. Please tell me what you think. We used to have a Kaigi track at RubyConf, and we are thinking about bringing that back. The annual Python conference in the United States has a Spanish language track now, these days. I wonder, should we have a Japanese language track? Finally, we could ask companies here in Japan to support travel expenses for speakers, as well as non-speakers and attendees. Maybe we could create some travel fund. If you would like to talk about these ideas or anything else, please get in touch with me. I'll be here all day. I look like this. You can learn about our work at rubycentral.org. You can find me on Mastodon or LinkedIn. You can also email me here. I'm in the Kaigi Discord, and I look forward to seeing all of you at RubyConf in the fall. Thank you. Arigatou gozaimasu. 楽しい時間でしたですね。盛り上がりました。Ruby コミットの皆さんと Ruby コミュニティパティシペテで Thank you。皆さんありがとうございました。じゃあ皆さん大きな拍手ください。はいです。もう一つの式だ。